レンチンきなこクッキーです。これうまい。素朴な感じの。で、これ、こことかもギリッギリ耐えてますけど、こうなる前ぐらいに出してもいい。出した方がいい。で、厚みによって食感変わって、今回ね、ジップロックで平べったくしたんで、ちょっと薄くしすぎたんですけど、これぐらい薄いと、かなりパリッと感というか、ゴリッゴリの硬さにはならないですね。ザクッとした感じ。で、水分が完全に飛びきってないというか、ここまでしっかり火がこうやって焦げそうじゃない部分っていうのは、ちょっとソフトっていうとあれですけど、気持ち柔らかめというか、グッとこう歯が入るような、そういう食感です。もうちょい厚めにした方がやっぱ良かったね。これは僕が戒めと呼んでいます。一回だけやらかしましたね。こうやって水分飛ばしすぎるとやっちゃうんで、こうなる前に取り出す。で、これとか結構厚みありますよね。今回のと比べると。で、今回のと比べると、こっちこれぐらい厚みあって、個人的にはこれぐらい厚みあった方が好きですね。2枚分ぐらい。でもこれ厚いな。こう見ると。約2枚分ぐらいの厚み。まあ厚みに関しては結構お好みだと思いますね。ちょっと食べてみよう。歯が折れる。やっぱサクサクしてて、クッキーっぽいのはやっぱこれぐらいの厚みかな。今回ちょっと薄すぎたね、やっぱ。美味しいけど。で、今回卵白だけ使ってます。っていうのも、卵ときな粉だけでケーキ作った時みたいに、卵ときな粉だけでクッキー作りたいなと思って、ちょっと調べてみて、で、卵白だけでクッキー作っている方がいたので、そちらのレシピを参考にさせてもらいながら、きな粉 100% で作れるように、ちょっと分量を考えて、調整してやってみました。一応そちらのレシピも載せておきます。他の粉類使わずにできたらいいなということで、で、オーブン使わずにレンチンでね、やるっていう感じです。すごいこう、ザクザクでガリガリ、ゴリゴリ、バリバリの歯ごたえ抜群きなこクッキーができました。で、きなこのえぐみとかもなんか出てなくていい感じですね。で、まあコツは水分をちゃんと拭き取るところと、本当に焦げないようにするところ。もう最初の方の1分1分とかね、その1分半1分とか、ちょっとそこ自由なんですけど、とにかく焦げないように表裏返しながら水拭きながらチンしていくっていうだけです。一応参考にさせてもらったところよりも長めにしているのは、ちょっとその時間だとまだ全然柔らかかったんで、僕の方では調整したらこれぐらいだったっていう話で、もしかしたら他のレンジだともっと短くてもいいかもしれないし、厚みによって時間変わってくるかもしれないし、そこに関しては様子見だと思いますね。やっぱレンジなんで、庫内の大きさとか材料の厚みとか出力の強さとかね、その癖とかお皿かどうかとか、そういうのによっても変わってきちゃうんで、一応目安程度で考えていただければと思います。ガチガチきなこクッキーでした。歯折れないように注意。